かわいい。売り場の照明の色こんな派手にいっても絶対いいよね。そう、色の仕事をしているとこんにちは、みじゅりーです。編み物の色合わせって悩みますよね。私のところにもそんなお悩みがたくさん届きます。そこで今日は色のプロに色合わせのお悩み解決をしてもらおうの回です。今日はなんと特別ゲスト、色のプロフェッショナルちーちゃんに来てもらいました。ちーちゃんは私の親友でカラースクール時代の同期でもあります。色のアドバイスを、空間とか物とか人に対してさせていただいてます。今日は色の見え方と編み物の色合わせのコツを実物の毛糸を使いながらお話ししていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はあらかじめインスタグラムで募集したお悩みの中から特にリクエストの多かった3つをじっくり深掘りしていきます。はい、では早速最初の質問。2色以上で編んだりカラフルにしたいと思って糸を選ぶとき、糸の状態のときはいいなと思っても、編み地になるとなんか違うってなることが多々あります。そもそも色選びのときにどんなことに注意して選べばいいのか教えてほしいです。この質問本当に多かった。はい、これは理由がはっきりしています。4つぐらい要素が関わってるんで、順番にちょっとお伝えしていこうかな。はい、お願いします。はい。同じ色でも、線ってこういう毛糸のこういう線の状態と、面、これぺちゃんとしたって考えてもらってもいいけど、この線と面の状態では色の見え方っていうのが全然変わってきます。こういう感じだよね。そう、形状態が変わると色の見え方が変わる。から編むと色が違って見えるか。そうです。編むとこうやってこうギュッとなるから凝縮されて色は濃く見えます。濃く見える、確かに。そうだからね、そのものの状態がどういう風になるかで、同じ色でも見え方は変わりやすくなる。なるほど。他にもある？次に、密度が上がると色が集まって濃くなる。でこれは、点描画っていうのがあって、例えば紙にさ点っていっぱい打ったら打っただけ、色が濃くなっていくような見え方する。そういう感じ。例えばこれは編み方の違いで、こっちが細編み、こっちが長編みっていう編み方で編んでるんだけど、そうやね、この2つの場合も密度が全然違うから、こうギューッと凝縮されている細編みと、ふわっとゆるく編んである長編みでは、こっちの方が色が濃く見えやすいよね。確かに編み方が違うだけで違いが出るってことだよね。そうです。あと、他の理由でいくと、光が正面から当たったり、広い面に当たると明るく見えるし、斜めからだと影で沈んだような見え方をしたりもするので、光がどうやって当たるかっていうのも関係してるよね。お店の照明の色とかでも影響って受けそうだよね。そう、売り場の照明の色と、例えば、皆さんが編んでるお部屋の照明の色が結構違ったりすると、見え方が違うっていう風にはつながりやすいかも。もう一つ、作るものの、デザインによってもちょっと色の見え方やっぱり影響を受けるかなと思う。土台の色の上に細い線とか、細かい柄で、デザインすると色をのせていくと、その色に偏った見え方をするっていう特徴があるんよね。ちっちゃく入ってきた色が土台の色にちょっと溶け込んだような見え方をするというか、そんな影響があります。例えば、同じ黄色の編み地なのに、上にのせる糸の色で違って見えるってことが起きるってことだよね。そういうことです。上にのせた色の糸にちょっとこう寄ったような見え方を黄色がしちゃうよっていうこと。色の錯覚？錯覚でもいいし、専門用語ではどうかって言ったりもするけど、錯覚、大きく言うと錯覚です。つまり、毛糸玉だけで色を決めるのって難しいってことか。そうやね。実際に店で毛糸を買う時って、その場で編んだりっ
っていうのができないから、うん、何に気をつけたらいいのかな。そうよね。ちょっとさっきの話でも出てきた照明の影響っていうのが一つは考えられるから、これをちょっとでも防ぐためには、お店に入って、あ、この毛糸かわいいって思って、パッと買いたくなる気持ちはちょっと抑えてください。抑える。なぜかというと、その環境の照明に自分の目を慣らせてあげると、色の見極めはより正確にできるようになっていくので、しばらく5分とか10分とかお店の中にいてもらって、自分の目をその照明に慣らしてから色選びをしてもらうといいです。そんなこと考えたことなかった。そう、それをね、ちょっとおすすめしたいのと、あとお店によってはさ、その照明の色がすごいオレンジっぽかったりとか、黄色っぽかったりとかね、あるから、ちょっとでも白い照明があるところを探せそうだったら、そこで見比べてもらうっていうのも一つ。ちょっと移動してね。移動して。で、あとは、例えば自分で白い紙とか布とかをもう持っていっといて、そこの上にこう毛糸玉を乗せて見比べてもらったりっていうのもいいかなと思います。そうそう、こういう白い画用紙っぽい紙を持っていって、そうそう、こんな風に乗せてもらうと、白い背景だとより色が見やすくなるかなと思うので、この茶色の上で見るのと比べてもらっても色が判断しやすいかなと思います。より実際の色が分かりやすくなるもんね。はい、次はちょっと面白いなって思った質問があって、茶色、エンジ色、くすんだ青など地味な色をポップに可愛くするには何色を合わせる？これちいちゃんならどうやって解決しますか？なるほど。では、実際に毛糸を使って地味色×ポップな色のおすすめ5選を紹介します。知りたい。今回は浜中さんのアメリーで色合わせを考えてもらいました。アメリーは編み物好きさんの間で知らない人はいないくらい編みやすくてファンの多い毛糸です。色数は全部で52色展開。日本人が好みそうなくすみ感と鮮やかさのバランスが絶妙で、色合わせの練習にもぴったりなんです。じゃあ、ちょっと5つほど選ばせてもらいます。地味といえばこれまたね返事値も売ってたので、地味っぽい声が上がってくる。ちょっと男性的なくすんだ青みたいな。この辺でいこうかな。いい地味。いい地味。じゃあ実際にこれに合う毛糸を選んでいってもらいます。はい。じゃあ最初に地味色の代表、こんなグレーには何を合わせたらポップになるかな。地味なので、一気に可愛く寄せてくれそうな、みんな結構お好きな方も多いんじゃないでしょうか。こういったミントグリーンとか、いいと思う。爽やかにもなるしね。もう一瞬で可愛い方向に寄るんじゃないかなと思います。いいと思う。じゃあ次、このブラウン。ブラウンって落ち着きすぎちゃう印象があるよね。ちょっとダサくもなりがちな気がするけど、これをポップに可愛くどうしましょうか。地味なので例えば、今年のファッションとかでも、多い今の季節多い組み合わせの茶色×ブルーとか、可愛いよね。可愛いかなと思うね。可愛らしさを足したいから、深い暗い青よりもちょっと明るめ合わせてみてもいい？いいよいいよ。こっちよりもぐっと可愛くするにはポップ感ね。確かにこっちがいいかなと思います。いいと思う。可愛い。可愛いね。じゃあこの抹茶のグリーン、ザ・ジャパニーズになっちゃいそうな、このグリーン可
可愛くできる。そうやね、うんまあ渋さがある、ねうんお茶っぽいイメージもあるから、うんうんうん一気にちょっとこう可愛らしくしたいので、うんそういう時は、うんピンクがいい仕事をします。おーピンク。ピンクうんうんうん。あ、可愛どいう桜餅みたいなね、うん色合い。いい感じ。いいと思うある程度まあ発色もあるピンク持ってくると元気な感じも出て、うん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 。可愛いんじゃないでしょうか可愛くなるね、レトロっぽく。うん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 。はい。じゃあ、エンジもおじ色代表って感じだけど、これ難しそそうやう。ね。うん特にうんこの、まあ今まで出てきた地味色たちの中でも、うんうんうんちょっと暗さもあるから、うんちょっとねガツンと元気で可愛い感じを足したいなるほど。ので、うんうんうん。何合わせうんる？これぐらい強いのをちょっと持ってきてみよう。おーすごい。うんうん。うん鮮やかなピンク。うん可愛いね。可愛い。エンジが地味じゃなくなるね。そうやね。うん一気に華やか。ほんとうん可愛いです。うんじゃあ最後。はい。質問にもあったくすみブルー。うんね、アメリーだとこのデニムっぽいブルーがくすみブルーになってるかなって思ったんだけど、うんこれには何を合わせよそれもすごく落ち着いた色なので、う。うんうん結構対比させて違う色を持ってきたいので、ほうほうこれぐらい、まあ、反対な、赤ね。赤可愛いかなと思う。赤可愛い。ブルーと赤可愛い。うん赤って言っても何色かアメリーの中にはあったと思うけど、そうやね、うんうんどうしてこの赤？こっちがね、まあちょっと青みの強い赤、うんちょっと黄身の多い赤、うんこっちの黄身の多い赤を合わせると、うん生き生きとした感じで見えやすいかなと思います。こっちより黄身の強い赤を合わせることで生き生きさせるってことね。可愛らしさも出るかな。ちょっなるほどと強いね。こっちね強い。色味が強い。強い。うん可愛くってなると、うんこっちがおすすめです。可愛い。レトロポップな感じでいいね。地味色は難しいじゃなくて、合わせる色でいくらでも可愛くポップになるんだね。そう。地味色っていうのは、むしろ育てがいがある色。なるほど。地味色を使いこなせるようになると強いよね。強いです。最後は、意外な組み合わせが知りたいですというご要望。いつも無難になっちゃうから意外な色合わせを知りたいっていう人結構多かったよ。意外性は偶然じゃなくって結構、考えて作れたりもします。例えば、派手派手な色同士を組み合わせて、こういう感じ、赤系っぽい、ちょっと種類の違う派手な赤系をこうやって組み合わせるのも可愛い感じ。こんなのもあるし、同じようなパターンで今度寒色、涼しい色、でもちょっと違う感じ、ちょっとずらす青系で色ずらして、どっちも派手な色同士をぶつけ合う、それもね、可愛い爽やかな。か。派手派手同士もいいけど、結構地味な色、さっきの地味色同士も使えるし、例えばこれとこれとかどう？かわいいかわいい。ネイビーとブラウン。そうよね。ベーシックカラー同士やけど、すごくこう引き立てあって。確かに地味色一つずつ見ると地味色だけど、この2つ合わせるとなんか一気におしゃれになるもんね。いい、これもいい感じ。ベーシックな色同士の明るいバージョンとかで、これとこれとかどう？いい、かわいい。かわいいね。かわいい。グレーとピンクって合うけど、このあんまり鮮やかじゃないピンク合わせるのかわいいね。おしゃれ。いい、おしゃれになる。3色とかでもいいかな。3色だと例えば色数が多くなると基本的に組み合わせるのって難易度が上がっていくけど、ここでこそ地味色、例えばこれとこれとそれでも合う。かわいいし、地味色2色に
ちょっと鮮やかなそうそう、差し色入れる。結構何でもいいんじゃない？確かに何でも合う、うんこっちがベーシックな色だから、うん、何合わせても合う感じするよね。何合わせても確かに、うんこれもおしゃれだね。おしゃれ、うん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 雰囲気がすごい変わるけど、変わるもう安定した色2つあるだけで、うん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 もうこんな派手にいっても、おーいいね。うん可愛い好き好き。うん、好きそう、わかるわかる。違うパターンで、うんうんうん今度じゃあ、うん地味色変えてみよう。うん3色で、うん例えば、じゃあこれ派手な色を、おー派手っていうかまあ色物2色選びました、うん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 ちょっとこれは冒険しすぎたかなと思った時に、うん地味色をこうね、うんうんうん出してもらうとか、うん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 かわいい。うんなんか間に中間にね、間色というか、うんうん馴染む色を入れるとうんかわいいね。うん、うん。結構意外性も出ると思うし、意外性もある。うん、うん。なんかまあ他の地味色でもいいと思う。これに変えてあげて、うん、うんうんうん。これでもすごいおしゃれ。確かにまとまりが出るね。うんうん、うんうん。こうやって選べばいいんだね。そうやね。うんうんうんこのさ、うん。こう組み合わせやっぱり選択肢多いとうん悩むかもしれないけど、ね、いっぱいありすぎると逆に悩むよね。まあでもこう、うん例えば、もうパッとうん。これうん、一つかわいい。二つがうん可愛いとかは、うん結構ね、うんあるかもしれない。ある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 。うん冒険は大事だよね。大事、冒険、なんかとりあえず、手に取ってみる。うん。合う。うんね、かわいい。かわいい。なんかもう何にも考えずにパッと取ってみて、うん合わせてみて、うんうんうんなんなら編んでみて、うんうんうん。そっから判断しても全うん然、うんうんうん。いいいいかな。ね。うんうん。色合わせってね、いろんな、挑戦をした方が絶対いいよね。絶対そうね、こういろんな仕事をしていると、まあ、いろんな分野のお悩みを聞くけど、悩む方はちょっとね、たくさんやってもらったらいいかなって私はいつも思ってます。いろんな色合わせで、そうとにかく合わせて合わせて、数をやるとね、それだけ発見とかがあるので、自分の好みもだんだん分かってくる分かってくる分かってくる。それはね、すごくあります。あと、ルールを知るっていうこともすっごいその選手の悩みをなくならせるいい方法なんで、ちょっとした色のルール、さっきのどうかとかもそうだけど、そういうのを知ってもらうっていうのも、自分が楽に色合わせできるコツかなと思います。としたね、コツが分かるだけで世界が広がるっていうのはあるよね。広がる、合う理由も合わない理由も分かるようになってくる。まとめとしては、まあ大事なのはやっぱりすごく冒険をしてほしいなっていうこと。冒険大事。大事。で、まあ失敗をすればするほど分かることがあります。まさに。あります。いっぱい失敗してる私も。それでねやってるけどね、それでもいっぱい失敗してるんで、それだけ分かるようになってくるから、まずは合わせてみる、選んでみる、それがすごく大事。あとはまあ今日お伝えしたお店での選び方だったりとか、こういう風にすると色ってこんな見え方しますよとかっていうのをヒントにしていただけると助けになるかなと思うので、ぜひそれを実行してみてほしいなと思っています。はい、今日は色のプロカラーコンサルタントのちーちゃんに来てもらってお届けしました。編み物のお悩みですごく多かった色合わせの方法を深掘りスペシャル回いかがだったでしょうか。ちーちゃん、今日は分かりやすいお話ありがとうございました。私もすごく勉強になったし楽しかった。そ
そんな風に言ってもらってとっても私も嬉しいし編み物の楽しさっていろんなことが分かるとすっごく倍増すると私も今日実感しました。ほんと、意外な色の組み合わせのところでもちらっと出たけど、ルールを知ると、センスの悩みがなくなるって話、もっと深掘りしていきたいよね。本当に私の経験でもそうだけど、自分自身色のセンスとかは全然ないと思っていて、だけどちょっと勉強っていうかルールを知るだけですごく悩みが減ったのを自分自身も体験してるので、それを体験者として皆さんに体験してもらいたい。本当色の勉強って面白いしね。すっごい面白い。編むことそのものも本当に楽しいんだけど、毛糸の色を選ぶ時間も編み物の大事なワクワクの一つなので、これからも一緒に色と編み物を楽しんでいきましょう。次回はもう少し詳しく色のトーンの話とか、知っておくと便利な配色ルールなんかもお話できたらなと思ってます。ちーちゃんにまた出演してもらえるようにグッドボタンやハイプボタンで応援していただけると嬉しいです。今回の動画の感想やご質問なんかもお待ちしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。